G1 グランプリ第2戦1回戦が始まる。前クラッシュをしに行ってるわけじゃないんで、結果クラッシュ多いんですけどね。これまでも数々のド派手シーンを我々に提供してくれた折戸学。今そのクラッシュ人生を振り返る。私とクラッシュ、僕はなぜそんなにぶつかるのとよく人に聞かれます。多分ね、僕ね、一応職業レーシングドライバーでレースを長いことやってるんで、ちょっと多分ねスピード感覚がねちょっとずれてんのかもしれないんですよね。メーター見てましたよ。250キロオーバー。記憶に新しいオートポリスでのクラッシュ、矢のような速さでスポンジバリアに一直線。ドライバーって面白いもんで、こう例えば100点ライン、100点というか100点の走りがあったとしたら、手前からちょっとずつこう100点に持っていく人と、一回超えてから戻ってくる人ってこう結構2タイプいるんですよ。でどっちかというと僕の場合ちょっと行き過ぎてから、これはちょっと行き過ぎなんだなって、レースなんかそういうこと結構多いんですね。自分の性格を把握しつつも、ハンドル握った瞬間にアドレナリンが噴き出しまくってフルスロットル。これが折戸流。もう何も言えません。大切に行きたい決勝戦でも関係なしっす。折戸が出た。クラッシュ。派手なクラッシュ。折戸が出た。折戸最高。僕はこれまでも数多く危ない目に遭ってきました。それは折戸がアメリカのナスカーに挑戦した時のこと。いいね、この歓声は。アメリカ最高。ピットインしてくれ。次ピットインだよ。次ピットイン。タイヤ4本交換。ピットで給油作業中にガソリンに引火。ガチンコ脱出マジックをアメリカで披露しちまった。ツインリンクモテギで行われたナスカーのレースにも折戸は参戦。予選5位、日本人最高ランクで挑んだ決勝だったのだが、左こすった折戸、大丈夫だよ。タイヤちょっと、フロントタイヤちょっと当たってる。リクローゼンヘリー。あー、クラッシュ。車もカメラもお釈迦。まあクラッシュしたらクラッシュしたで、それをこうねプラスになんとか変えたいなみたいな。あれはディバの場合お客さんあっての、ね、競技ですから、やっぱお客さんに喜んでくれれば、クラッシュもマイナスじゃないのかなみたいな。ただいろいろ痛いですけどね、懐がね。プラス思考の僕ですが、ただ壊れた車を直すのは大変な労力がいります。オートポリスでのクラッシュはまともにフロントから突っ込んでしまい、新車のはずが見るも無残なクズ鉄状態。そんなマシンを再生すべく立ち上がったのがここフリークラフトさん。見事にひん曲がったパーツが涙を誘う。折戸スープラ再生計画の手始めはフロントタイヤから前の部分をなんとかすること。おろなんだか見事に治ってるじゃねえか。このフレームがもう向こうにこんないう感じで曲がってたんで、まずまっすぐにして、こっちがこのぐらいまで上がってたのを下に下げました。でここのメンバーがつくボルトの寸法が出るまで引っ張って、で出たんでその手前でカットして前を新品に取り替えました。折戸は自らお手伝い。チームオーナー兼ドライバーと言ったら聞こえはいいが、要するにプライベーター。額に朝して働くのだ。今回新たにつけちまったのがカーボン製の屋根。これで8キロの減量らしい。エアロも組まれてだいぶそれらしくなってきたぞ。およそ10日間をかけフレーム周りと外装の修理が完成。これがスクラップ状態だったとは信じられない出来栄えに、スタッフともども笑みがこぼれる。しか
かしまだまだ修理は終わらない。埼玉県は新座市にあるフリークラフトの皆さんのおかげでご覧ください。ここまで蘇りました。これからですね、この完成したボディを、今度はエンジンを乗せるためにスコーチコーポレーションの方へ向かいたいと思います。非常に旅をしている感じがいたしますが、これも人生の一つの山だと思って乗り越えていきたいと思います。どんがら状態のスープラは車に揺られて今度は東京町田市へ。ここスコーチさんは数多くのドラッグマシンで実績のあるお店。オリドのミッションはホリンジャーの6速。不幸中の幸いでギア自体には大きなダメージはなかったものの、ボディに固定するためのステーが1つ片方完全にダメになっていた。そこで急遽鉄板で部品を作成。この部分も買うとなると結構な値段がするらしい。匠の技だね。肝心のエンジンは思ったよりダメージが少なく、大幅な修理は必要なし。日頃の行いがいいのか悪いのか、これはまさにミラクル。ここでもオリドは率先して作業に加わる。突貫工事が始まった。もうほぼ30時間以上作業しております。丸2日間不眠不休の作業で駆動系とエンジンがやっと組み上がった。無事完成。あとエンジンかかれば完成。お疲れさん、ありがとう。フューエルポンプオン、イグニッションオン、エンジンスタート。一発始動です。一発始動。徹夜でヘトヘトになった心と体に染み入るようなサウンド。まさに苦労が報われる瞬間だ。無事形になりました。いろいろあったけど僕の大切な車もやっと修理が終わりました。この時ばかりはもうぶつけないぞと心に誓うのですが、基本やっぱね、小さい頃やっぱ自転車でこう友達なんかと競争しててもやっぱり一番怪我が多かったしね、人ができないことを最初にやって怪我するみたいな。ただやっぱそういう性格だったから、その憧れであったレーシングドライバーにももしかしたらなれたかもしれないし、見たことのないものを見せてくれる、そんな予感に私たちは釘付けになってしまう。それこそがマックス・オリド流。